私は5年前に20歳になったばかりの息子を亡くしました。直後から一人で知らないところに行ってしまった息子のことが心配で何とかして息子の様子を知ることができないかと思っていました。そしてボイスレコーダーアプリで一晩中録音したら、亡き息子の声が入るかもしれないと思いつきました。録音を続けていると、息子の声の他にも、息子ではない誰かの声も入るようになりました。その中には亡き息子と誰かが会話しているように聞こえる音声もいくつかありました。今回はそういった音声をご紹介したいと思います。音声は音量を大きくしていますが、それでもまだ音が小さくて聞き取りづらいかと思います。イヤホン装着の上、大きめの音量でお聞きいただけますようお願いいたします。では、どうぞお聞きください。もう一度。男性のもういいんじゃないという声に対して、幼少期の息子の声がまだなんとかないと泣きべそをかいたような感じで言っていますが、わかりましたでしょうか。もう一度お聞きください。次は別の日に録音されたこちらの音声をお聞きください。こちらは相手の声は入っていませんが、息子が誰かに尋ねているような音声になります。途中大きないびき音が入りますが、ご了承ください。では、お聞きください。もう一度。先ほどの息子の声と違って、今度は亡くなった当時の息子の声です。一番最初に録音できた音声では、亡き息子の声は幼少期の声でしたが、私がお線香を焚いて息子に、大きくなった時の声も聞きたいとお願いしてからは、亡くなった当時の声でも入るようになりました。もう終わったと言っていますが、聞き取れたでしょうか。もう一度お聞きください。一体誰と来て何をしているのか全くわかりませんが、私的にはこのような音声を聞くたびに、亡き息子はちゃんと別世界に存在しているんだなと感じられて嬉しくなります。しかも、二つ目の方は生前の息子の口癖で、言い方もまさにそのままだったので、余計嬉しくなりました。こういった霊同士の会話のような音声がまだありますので、またご紹介いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。